さてよくあるサバイバルゲーかと思ったら、いい意味で裏切られる作品が Steam でデモ版公開中とのことで、今回は The Last Caretaker の紹介を行います。世のサバイバルものはいきなり野山に放り出され、木を切り石を砕き建築する流れが一般的で、これにちょっとうんざり気味の人にとっては、今作は一つの新たな感触を得られます。それは何かというと、お掃除とリフォームを兼ねたサバイバルという点にあります。チュートリアルとして大きな船の復旧を行い、今後もその作業が主体になることが想像つきます。最終的には何かを立て配置し、綺麗に拠点を作る部分をゲーム進行に応じ清掃も並行して行える流れです。私は建築はすごい好みで、それさえしっかりしていれば、のめり込んで遊んでしまう口です。フォールアウトあたりではそうでした。ただ建築はそこまで好きではない方も、この作品では仕組みとして組み込まれており、次第とその楽しさを味わえます。まずは基地の電源確保から始まり、どうしたらよいか考え学びながら進められます。安定的に供給できたら、次はそこらのゴミの解体が始まります。ジャンクやら壊れたロボを砕く機械に放り込み、素材化できます。自らツールを使っても砕けますが、ロボである自分の電力を要するため、何を優先するかの選択が生まれます。資源が溜まれば故障した機械の修繕を行います。修理し、次に足りない部品を探し、定位置にはめ込み、次第と船を動かす環境が整っていきます。デモ版最後では、大海原に出たところでクリアです。ゲームの大まかな基礎的な流れが把握できる作りになっています。作業をするたびに経験値が溜まり、スキルポイントを得て、新たな施設や部品が作れるようになるのは、よくあるクラフト要素と一緒です。物を運ぶ際は物理演算で動きますが、ステータスに応じ持てる大小が決まります。他に解体した時より多く材料が集まるとか、クラフト時の素材を減らせるとか、どれもステータスは便利系であり、ポイント割り振りはとても迷います。今のところ題材通り、最後の生き残りのロボを操作するため、マルチ対応ではありません。しかし開発の方によると要望が多いため、ローンチ後にあるかもしれないと発言されています。少なくとも早期アクセスから正式版まではシングルプレイで、何かに特化した役割分担みたいなことはできなさそうです。ソロでひたすら作業することでまんべんなくステータス割り振りができるバランスかもしれません。海に出ると終わりますが、初めの基地には遊べる要素が残されており、隠しエリアもあるそうです。この作品では掃除イコール物資集めにつながるため、サバイバルものの面白さの一つ、スタッシュにとことん溜め込むことが景観の良さにもつながります。いい意味で期待を裏切られたということで、すでに10時間は遊んだと報告している人もいます。別途もう一つの歌い文句として FPS 要素があります。敵も存在し、銃で撃ち火炎放射で投げ払う様をプロモーションムービーで確認できます。倒すことで素材が集まりそうです。デモ版でも暗い場所では気持ち悪いヒル状の敵が出てきたりと殴って対処できます。光に弱く緑色の明かりをそこらにばらまくと安全性が高まります。銃も見つかるとのことで面白いと感じた方は入念に探してみてください。私は今回初めの基地の屋上はあまり修理せずに早々に船で外に出てしまったので、そこにありそうです。海に出た後は海上に点在する建物に寄りながら最終的にはロケットを打ち上げるのが目的のようです。フォールアウト的にログがそこらに残されており、一体何があったのか知ることができます。デモ版では日本語はありませんが、2025年11月6日の早期アクセスでは対応されます。よくあるサバイバル系ゲームとは異なる導入と仕組みを楽しめる作品のため、気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。大抵この手の作品はヒットすることで、発売後も更新が多大に行われます。1年後の正式版が出たら家庭用版も対応予定となっています。というわけで一体どんなゲームシステムなのか、実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。The Last Caretaker。さあ一体どんな内容なのか。主人公のロボが起動してんのかな。始まった。画面が赤くて不穏ですが、ベッドがありますね。すごい、羊が。カンストしますね。数えすぎた。布団をなんだこれ。すげえ。ブルンブルンしてる。マットレスが物理演算で動く。こういうゲームなのこれ。他にも色々調べてみよう。PC がありますね。PC も持てる。使えないの？無理っぽいな。画面超下に、なんか電力ゲージみたいなのありますね。500分の393。ライフはその下かな。落ちちゃった、ゲームが。というわけで復帰。電力ゲージは
じわじわ下がってんのかな。まあ、空腹的な概念なのかな。これはトグルスイッチ。押してみましたが、なんか反応したのかな。開けられる。おお、ちゃんと、こう掴んでね。動かす操作がありますね。うん、声がする。これ主人公の声かな。これなんか取れそうだけど。まずは、明かりでもつけんのか。虫だ。F でローテート。おお。Q でドロップ。あ、なんだ虫。機械型ですね。まずあちらか。さあ、ここで、どうするんだ。自分の電力でも入れんのかな。明かりがありますね。ルート。E でルートオール。インベントリに収めたのかな。主人公は笑顔である。グレネード扱いのようだね。コモン。レアリティもあるっぽいけど。まずはこっちだ。ターンオフ。で、これじゃ何もできないな。他を探してみよう。これは、ミディアムバッテリー。ケーブルをつなげる。ケーブルどこだ。これポスターか。これ開くかな。開きましたね。あ、誰かがうなだれている。しっかりするんだ。壊れてますね。ヘッドライト5。これで明かりがつく。このヘッドライトは無限かな。E でルートオール。いろいろ回収した。これバッテリーっぽいね。電力が足りなくなったら使えるのかな。これがケーブルか。こちらまで持ってきたけど。どうやって使うんだこれ。使い方不明。まずルート。これで繋げられる。ブニョーンと。あ、届かない。もう一個必要か。なんてことだ。股にくっついてしまった。うわー。大丈夫これ。あ、自分の電力が供給されてるんだ。解き放つにはもう一回いいか。びっくりした。他に食いついたからね。何事かと。荒ぶってる。さらにこっちかな。こうやって繋げられるか。難しいな。どうしたらいいんだ。なんか間違ってるかな。繋がらないもんね。で、電力がこれ、残り、表示されてますね。あれ？自分にコネクトしたら OK だった。まず自分を充電して、その後自分からこちらに電力供給するのかな。次は、水？こちらは開きますね。あと向こうも開きそうだけど。まずこっち行ってみるか。結構伸びますね、これ。ケーブル。問題ないの。ワニの人形。コントロールでしゃがめる？ C でなんか、バールかなこれ。殴れますね。じゃあこっちだね。ジャンク。何に使うかもわからない。みんな壊れてしまった。セーブステーション、ヒールステーション。人形があるけど、テディベア、ロボの仲間なのかな。可愛らしいね。バイタリティ、ライフが回復できる。自分に差し込むと、緑のゲージが増えていく。うわー。100まで増やそう。これで OK か。こちらなんだ。バックアップステーション。セーブでいいのかな。バックアップは使えません。デモ版では。セーブできないの？目標は画面左上に書いてありますね。とりあえず道を切り開けと。こういうのどかしゃいいのかなもしかして。結構何でも掴める感じだね。ご覧の通り。重たいものはなかなか運べない。拠点作る上ではこういうものをね、固定配置とかできるのかな。よし、開けろ。道が開いた。開いたが、バックには名もなし、このプルプル具合がいいよな。これを有効にするには、やっぱり電気ですかね。まだ電力の仕組みがよくわかってないんだよな。よく見ると、はしごがあった。これか。電力じゃなかった。はじめのこのチュートリアルを兼ねた脱出ゲーム。これは面白いですね。一体外にはどんな世界が待っているのか。なんだこりゃ。うわ。変な生命体がいる。PC はこれぶっ放すんじゃないの。うら。関係ない。ユーズ命令 C で殴る。アウト。殴る前に吹き飛んだ。あ、敵だ。なんか小さい可愛い立ちコマ風の何かが、ね、爆破する。
なぜロボは生まれたんだ。ああ、なんだ、どんどん生まれる。何をしてるんだ。この野郎。よし。オッケー。で、新たなアイテムを見つけた？倒したことで素材にしたんですかね。これはレア度が高いっぽいけど、全部素材なのかな。ここは広いな。船がありますね。これに乗れば自由になれる。これ開けられましたね。中にはなんだこれ。謎の。レベル2に達したアイテムを回収していただけで。これは嬉しい。スキルポイント得た。これはリペアツールにトーチ。明かりかな？ 2 レベル目。1って書いてあるのはなんだろうね。こっちはエンハンサーズ。ステータス割り振りかな。スクラッパー、バッテリー。スクラッパーに割り振れば材料がいっぱい手に入るんじゃないの。で、これ所持重量か。こういうのも重要だよな。重量上げてこう。5まで上げる。これは、なんかのキャパシティが増える。リフティングキャパシティ。持ち運びかな？とりあえずスクラッパーだなと。で、スキルが割り振れるんだけどね。左から取ってみましょうか。一つ目。あとは、なんとかツール。破壊用かな。ケーブル。あ、これ取れば、ケーブル繋げられた可能性ありますね。まだ取れる。あ、取れますね。残り一つ。ここまでか。これは燃料ケーブル。T で釣る？現状これ二つありますが。これなんか壊せんのかな？スクラップモジュール。おら！おー！壊せる。ああ！素材を入手できる。これは素晴らしい。何でも壊せんの？なんか動かせるものはね、このように解体できそうだね。代わりなんか使ってんのかな？エネルギーとか。解体すれば経験値が手に入る。これは嬉しい。ロボも解体できる。あ、電力使ってるね。完全にゼロ。ライフは減るのかな？減ってますね。予備バッテリー使おう。ホルスターにはめた。これで4で使える。ユーズ。あれ？すっげえ微妙だね、これ。電力。一つにつき25ぐらいだ。あんまり解体しまくっちゃダメだな、こりゃ。あとツールはもう一個。リペアツール。壊れたモジュールを修理できるっぽいけどね。これ壊しそうだけどね。あれ？入れる？入れましたね。意外と入れるんだ。さあ、これで部屋内に入れましたね。電力あるぞ。あ、これでケーブルが繋げられるんだ。まずは充電しよう。ふう、助かった。こっちはバッテリーが減ってるんだね、すでに。リペアツール。リペア。ウィーンと。よし、治った。再び電力を供給するのか。ああ。明かりがついた。さあ、次の目標がすげえ表示されましたね。オプションもあるね。まず何すりゃいいんだ。いろいろリサイクルしろって言われてる。あ、これにつなげる。あ、いいよ。で、これを。こうか。あ、これで OK だ。このケーブルなんだ？上から伸びてるけど。これもつなげろって言われてる？なんだこれ。なんだ？外に出たのもいきや。なんかいる。奇妙なクリーチャーが。せっかく感動を得ようともいきや。閉めよう。やばいやばい。なんだ？突き抜けてる。これ敵なんだ。昼みたい。壁の向こうからね。飛び出てんのかと思いきや。いなくなったかな。おー。いっぱい来た。気持ち悪い。やばいやばい。よらこだろ。C だからね。殴りにくいんだよね。向こうにもいますね。触手が。全部直すのかな、ここら辺は。問題解決していくんだね。さながら。お掃除ゲームだね、これもね。リサイクラーってどれだ？これリサイクラー？セキュリティ、ログデータ、スペース、サバイバルガイド、クエスト、セキュリティ、映像が見れる。これは今の映像なのかな？もしくは、過去のデータなのか。ログデータ、
ストーリーが見れんのかな。ここで何が起きたのかとかね。ああ、復旧していく。これはなんだ？なんぞ？あ、これがリサイクラーだ。ここに物入れんのかな。こんな感じでトグルスイッチ。これなんか開きそうだよね。こっちに出てくんのかな。電力はここにありますね。あ、また、テディベアだ。フォールアウト的に、テディベアが集まるの。これなんだ？すげえいっぱいついてる。ファブリケーター。まずは繋げよう。こちらに一つ。リサイクラー。おー。よし、リサイクルだ。いけ。ああ。一瞬で壊れた。目標は10個のようだね。どんどんぶち込みましょうか。自分も入ってしまうかな、これ。素材ここから出てますね。素材の見た目がいいな。タイヤも壊せる。ほら。これはゴムになるんだね。全部回収するか。これも取れる。この辺は持ってないかな。能力が必要かもしれませんね。持ち運びの。イストがどうだ？これは関係ないかな。一応素材になってますけど。ファブリック。布が出てきた。繋げてみたけど。お？素材を入れると、なんか作れんのかな？これが素材である。アド。Q に入れるか、これは。素材持ってないからか。これ無理なのかな。ここら辺行きますね。ケーブルは作れる。燃料ケーブル。これ一回取り去って、これはアド。おー、できた。おー。作ったものは、ここに置かれますと。電力以外でも動くのかな、これは。様々なものでね。これ熱とか、あとオイルとかあんのかな。これなんだ、左上の。牛マーク。食べ物でも入れんのかな。あそこを直せって言われてる？ここにも管がありますね。まずはリペアか。ああ。リペアツールで、ブイーンと。結構時間かかるぞ。よいしょー。なんか入れられる？燃料。これを、はめ込むのかな。お。上で離したら、はまりましたね。内部を調べてみよう。ここでも解体できる？こっちか。まずは電力だね。まずは、ここら辺をはめ込んでいくのか。おっこいしょ。船内修理。面白い。これたまらんでしょ。こんなサバイバルゲームがあったとは。これ電力かな。こっちはなんだ？ネットライズド。網か。素材が取れそうだね。これを放っておくと。ディーゼルタンク。ここにガソリン入れんの。ディーゼルコンテナ。200。あ、なんだなんだ。あ、こんな感じ？繋がった。こうやって、繋げてけえの。おー、油つい、でもすぐ切れた。あっという間に空になった。あとは、解体できるのか、この辺は。これ直接、繋げられますね。船用に。これいけそうじゃないか、これ。ここにね、繋がった。さあ、OK っぽいよ。次は、ドアを開ける。あのドアを開けるにはどうしたらいいんだ？結構廃材があるからね。溜め込みたいところですが。コンテナがまだないからな。これは？これで開けられる？もしかして。おー！来たー！うわー！こっからいけるのかな。おー！よし、舵を取れ！おー！行くぞー！アンカード、スペース。アンカー外した？あ、燃料の管がくっついたままなんだけど。これまずいかな。どうなんの？お、WSD で動ける？ W でゆっくりと前進してます。管がどうなるか。ブチブチとなるのか。取れましたね。自然と。行くぞ。グランドラインへ。何にも見えない。
結局、施設の屋上直さなかったけど。まあいいや。デモ版校でクリアの可能性もあるな。特に目標も指定されてないしね。リービングプレイアブルエリア。プレイアブルエリアから離れようとしてる。ここまでゲーム。離れるとどうなんの？スイッチカメラ F。視点切り替えができる。こんな状況ですね。レーダーもありますね。で、あそこなんかあるな。あれね。結構あるぞ。意外とまだいけんのか。お、到着？ああ、終わってしまったか。ああ、でもここまでか。ね、面白かったな、こりゃ。全然思っていたの違いましたね。こっからこういう銃の戦闘とかもあるんですね。建築みたいな要素もあんのかな。これ可愛いよね、これね。でかい基地。ああ、最後は宇宙に行くのか、もしかして。もしくは、この星でもぶっ壊すのか。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方は、ぜひダウンロードして遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。